はい、大牛座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は5月1日から20日までのタロットリーディングをさせていただきます。星の解説に関しては別で共通で撮ったる動画がありますので、またそちらもまだご覧になってない方はぜひご覧になってみてください。では行きましょう。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お誕生日の方はおめでとうございます。いきますね。はい、ソードの4、忍者、死神逆、ソードの8逆、ワンドの4、カップの4、ペンタクルスの5の逆。はい、そして気をつけることが大切が皇帝とペンタクルスの9とオラクルはカップの9です。強いですね。やっぱりね、この時期もまだ誕生日来てませんっていう方もですね、やっぱお誕生日の季節になってくるっていうのかな、太陽星座が牡牛座に入ってくるのでとっても豊かですね。なんか光を浴びているって感じがします。でただですね、ご自身の体感としてはなんだかちょっとこれまでのなんでしょうね、ここも過去に盛り上がっていたものがちょっと止まってるみたいな感じかもしれません。体感としてですよ。別になくなったわけじゃないし悪いわけでもないんだけど、なんか動きが止まってるっていうか、自分の中で凍結させているみたいな感じかもしれませんね。そしてこれまではなんか流れでここまで来ちゃったけど、ちょっと一回落ち着いてちゃんと考えましょうみたいな、そういう機会が与えられてるのかなって感じがしました。で過去のところにやっぱ死神の逆っていうのも出てるので、何かがひっくり返ったんだと思うんですね。ダメだと思っていたものがやはり再生したというか復活したとか、そういう感じです。ただ一回なんかダメなのかなと思ったがゆえに、じゃあそれがうまくいったからはいじゃあ行きますっていうよりは、ちょっと真剣にゆっくり考えて本当にこれは自分にとってどうなのかってことを再認識していくっていうような、そんな感じがします。そうね。例えば誰かとのお付き合いとかね、恋愛の動画はちゃんと撮ります。後で撮りますのでちょっとお待ちくださいね。でも例として言いますが、誰かと例えばいい関係パートナー築いていたけど、そのパートナーがいなくなるとか、何かの理由がで離れてしまう、遠くで行くってなった時に、終わりなのかなって自分の中で思ったけど、全然それは物理的に離れただけで終わってなかったって気づくみたいなね。でもそこで終わってないし、何も関係性変わってないけど、でもそれで一旦何かその関係性に変化っていうものがあったがゆえに、これまでと同じような感覚で見るというよりはもっと大事にしようとか、なんかこうだったなみたいなことを自分で思うみたいな、そんな感じなんです。なのでお仕事もそうで、これまで当たり前のように仕事をやってきたけど、でもっとなんかこんなにやってるのにこれだけしかもらえてないみたいな、例えばですよ、不満があったとしても、でもなんかもしかして自分は異動になるかもとか、もしかして自分が辞めるかもみたいな、そんなことをちらっと考えたら、でもやめなくて済んだわとか、異動にならなくて済んだわみたいな思ったとしても、でもやっぱりこの仕事っていつまでやるのかなとか、それで改めて現実変わってないんだけど改めてなんか考えさせられるみたいなことがあり、でそのごちゃごちゃしていた思考が今ちょっと外れつつあるっていう感じがします。でね、そのさっきというか前回お話しした12星座共通のところの5月1日の満月なんですけど、これってやっぱり自分の深いところでの思いがそこに光が当たるってことなので、特にパートナーシップに関して大志田さんは出てくるんじゃないかと思うんです。本当は寂しいんだとか、本当はもっとこうしたいっていう、その何か相手に対しての思いだったり、なんかそこを押し殺していたものが出てくる可能性もありますし、どんな感情であれそれを自分で認めていくっていうことができるのかなって感じがしました。なんか要するに自分が盲目になって見えなかったものが今ようやく外れかけている、外れつつあるっていう感じかな。そしてその後ここでワンドの4というのも出ているので、とても豊かな時間を過ごせそうです。なんか楽しいなって、本当にシンプルに楽しいなとか、豊かだなとか、今のこの状況、この関係、この自分自身っていうのがありがたいなって思うみたいな、そんな感じです。でも人間関係いいですよ、とてもね。そしてその後ですね、ただやっぱり
また感情的にはどうしようって、これから先今すごく満たされてていい感じだけど、これってこのまま続くのかなとか、この先どうするのかなみたいな、そういった不安要素っていうものも自分の中では考えるって感じなんですよ。でやっぱりなんかね、444って4が3枚出ていて、最初に言ったみたいに何か止めさせられて考えさせられるみたいな、そういったことがあるのかなと思うんですけど、これって全然悪いことじゃなくて、むしろ考えるチャンスが与えられているっていう感じなんです。ただただ流れていくとか、ただただ盲目にやるのではなく、ちょっと立ち止まってちゃんと自分の中でそれをする意味だったり価値だったり豊かさっていうのを感じながらやりたいんだっていう感じがあるんですよね。でもなんか進んでいくにあたっては、やっぱり金銭的なことが気になるとか、両方あるんですよ。なんか本当にやりたいことがあるし、これやっていきたいみたいななっても、なんていうか、自分にはそれを何とかするお金がないっていうふうに思ってみたり、またはすごいチャンスが来て、仕事でも何でもね、すごいチャンスなのに自分はそのチャンスに見合う自分じゃないっていうふうに思ってしまったりっていうことで、自分のことをすごく過小評価しそうな感じがあるので、そこは気をつけてくださいね。なぜならば、もうこの気をつけることとか対策のところで言われているのは、もう本当に素晴らしいチャンスが来てるんだから、なんていうかな、自分の頭で考えられるような理屈というかね、理由なんて言ったらいいのかな、自分の頭で抑えようとする、要は納得しようとすることが、今はふさわしくないって感じで言われてるんです。なんかこんなに大きな可能性とか、こんなに豊かなまだまだ未知のエネルギーを自分の今の思考で、これはこういうもんだからこうだとか、そういうふうに計算できないっていうふうに言われてるんですね。それぐらい、さっき言ったみたいにすごく大きなチャンスがあったとしても、自分がいや私はそこに見合わないからとか、いやそれをするお金ないからみたいな感じで思ってると、そのチャンスをチャンスだと感じられないって感じがあるので、今自分がどういう状態であろうとも、そのチャンスを受けたいですか、どうしたいですかっていうことをすごく問われている。なのでやることっていうのは、自分が座りたい椅子に座る気はあるのかっていう感じかな。なんかこれを見ると、もともとこのねペンタクルの9のカードっていうのも本当にチャンスなんですよ。これっていわゆる自分のステータスが上がるとか、これまでの生活になかったチャンスが来るよっていうことなんですね。でも本当はこの人ってそのチャンスに見合わないほどのチャンスでどうなのかなって思ってるっていう感じのカードなんです。でももう一つはここで皇帝としてもう世界を治めるどしっとしたエネルギーで、本当は自分はこういうふうに自分の望む世界でこういうふうに座っててほしいって感じがあるんですけど、なんかこの辺の流れを見ると、なんか気持ちがついていかないっていうか、心の準備ができてないというか、ちょっと待ってちょっとゆっくり考えようっていうような感じがあります。でもね、カードが言われてるのは、もう本当に想定外の喜びがありますよっていうふうに言われてるんですね。その喜びを感じる権利があるっていうか、感じても全然いいのに、なんだか自分がちょっとこう遠くにそのね喜ぶ権利だったりとか、喜びをちょっと待ってって置いてるっていう感じがします。で星で見てもやっぱりね、この4月の26日以降、天王星が双子座に入ることによってやっぱり経済がすごく早く動きます。中には臨時出費があるとか、そういう方もいらっしゃるかとは思いますけど、でもね、特に5月の、19日ぐらいまでっていうのは金運はすごくいいんです。金運だけじゃなくて自分の感性がもう本当に豊かになっている時だから、やっぱり自分の曇ったその思考で自分を見ずに、フレッシュに今目の前にある可能性を見てほしいなと思いました。そして目の前から差し出されているチャンスも、いやちょっと待って、一回ちゃんと考えますからっていう形で腕組みして待ってるんですけど、その腕組みして待ってる理由って何なのかなって思った時に、自分はそれにふさわしいのかとかふさわしくないのかみたいなことを考えそうな感じするんですけど、いやふさわし
くないとかふさわしいとかじゃなくて、もう来てるんです、それ流れがっていう感じがあって、もうそこに乗っていくしかないっていうか、それがこの5月の流れですよねっていう感じがしました。どうでしょうか皆さん、どうですか？ちょっとこれ踏まえておいてお仕事見てみますね。仕事、さっきのってまた言っちゃったけど、12星座共通のところで出した5月11日がポイントですよって言ったその日なんですけれども、大牛座さんにとっては仲間とか、自分が進んでいきたい方向のグループだったりとか、そういうなんかそういう環境だったりとか人だったり場ですね、場からのいいヒントがあるっていう感じがします。ちょっと仕事のこと見ますね。カップの7、ペンタクルスの8、カップのナイトということで、お仕事運は安定してます。どうしようかなと思うことがあったり、いろいろ自分の感性を生かしてね、想像力を働かせて、なんかこんなことしたいなとか、そういうのは全然膨らむしいい時なんですけど、感覚的にやっぱりコツコツやらなくちゃいけないんだとか、これはこうしなくちゃいけないんだからっていうその思いがある、これだけのことをしなければそれは得られないみたいな、そういった感覚があるんだなって感じがしたんです。それはある部分に関してはそうだと思いますよ。もちろん現実的にね、こうやってこういうふうに働かなければお金は得られないんですっていうのはあるかもしれないんですけど、そこをもうスピードアップさせていくっていう流れが起こってるんですね。なのでこれまでのように、いや待ってください、私はこうしなければ嫌なんです、こうしなければ得られないんですっていうふうに言ってると、なんか例えば音楽を 0.5 倍速で聴いてるぐらい気持ち悪いって感じがするんですよ。音楽が緩かったらもうなんか気持ち悪いじゃないですか、遅かったら。それぐらい仕事に対してのチャンスっていうものを、ちょっと待ってって、ちょっと待って、私が納得する形で進みたいからって言ってると、ゆっくりって感じがするので、そこはもう一足飛びにというか、このもうちょっと早い回転でやっていく方法があるし、その想像力を働かせるっていうことがその鍵みたいですね。お仕事に関してはここではクリエイティビティっていうものも出てるし、イマジネーションっていうのも出てるんです。クリエイティビティっていうのはここからどんな風に広がるかわからないんですね。自分が持ってるのは例えばこのカップ、一つのカップ、そのカップを何個も並べなきゃいけないとか、一つの価値っていうのを何個も作っていかなきゃいけないと思ってるんですけど、一つの価値っていうのが無限に広がるかもしれないし、一つのカップに入った水っていうのはもう大海原に出ていくかもしれないしみたいな、そういう可能性があるので、とにかくお仕事としての自分の段取りとかやり方っていうところにあまりこだわりすぎずに、ちょっと面白おかしく想像して取り組んでいただけたらとてもいいことになるんじゃないかなと思います。お仕事に関しては。はい、ちょっと人間関係見てみますね。例えばの話ですけどね、例えばどこかにお勤めしてて、派遣社員とかでも時給でこうやってお仕事してますってなった時に、たまたまお客さんで知り合った人に声かけられて、それはってなった時にトントントンと話が進むみたいな。でそうなった時に、いやいや私はちょっとそれはできませんからっていうふうに言いたくなるみたいな、そんな感じでしょうか。でも多分流れがねあると思うので、今思うのは、感情的についていきにくくても、なぜそれが起こっているのかっていうのはもう風が吹いてるからだよって感じがしました。はい、すいません。ちょっと人間関係見ますね。人間関係は、はい、ソードのキング、運命の輪、また出ましたね、忍者。ここにも忍者って出てるんですけど、人間関係に関しては全然悪くはないんですが、ただこのね5月20日までのエネルギーで一番言われているのは、想定外の喜びがあるよっていうことなんです。でその想定外の喜びを感じる
権利があるっていうか感じられる運があるんですけれど、なんか人に対しては厳しくなってませんかみたいな感じがあります。でこれはおそらく自分に対して厳しいからだと思うんですけど、なんかちゃんとしなくっちゃ、ちゃんと礼儀正しくしなくっちゃ、相手を尊重するがゆえに迷惑かけちゃいけないから丁寧にやろうみたいな感じで、きちっとしたエネルギーで他者に向き合っていこうとしてるから、それがなんか他者からしたら少し冷たいなとか厳しいなっていう風に見えるらしいので、全然もうちょっとおどけていいですって感じかな、ふざけていいですというか、その自分の喜びを感じていいですよっていう感じ、もっとちゃんとして受け入れられないとって思ってる感じだけど、なんか愛らしさっていうか、そういうなんか礼儀正しさだけじゃない、なんか愛らしさみたいなものをご自身でも認めていいんじゃないですかって感じがしました。特に人に対しては、でもね、人と会うきっかけがあると思うんですよ。ここで運命の輪のカードが出ているので、やっぱりなんかご縁で導かれるとか、ご縁で何かその時は関わることがあるとか、お誕生日シーズンですし、そういうので関わることも多いのかもしれませんけどね、なんかそれをその時にちゃんとしなくっちゃみたいな感じであんまり思わなくていいんだなって思いましたよ。そして人と関わっていく上で自分が本当に何を求めてるのかなっていうことも素直に感じてみるといいのかなって思いました。はい、どうでしょうか。なんとなくなんですけどね、こう流れが流れてて、人もやってくる、人の手がいっぱい来るみたいな、でもそれをなんか自分がその手を握るかどうか迷っているみたいな、そんな感じもありますし、むしろたくさんの手が来すぎてちょっとしんどいってか思ったりとかしてね、自分はちょっといいですって言って引いてるっていうのもあるかもしれませんね。でもどっちでもいいんですよ、それは。手を握ろうが握る前がどっちでもいいんですが、なんとなくでも差し出されてる感があるんですよ。いろいろ仕事でもだし、全体運のところでも。でもそれに対してなんか納得したいみたいな感じがあるんですけど、それがね、さっき言ったメッセージです。その自分が納得するのって本当に未知の可能性だから、納得のしようがない感じなんですよね。これって今までの自分の経験上なんとかこう当てはめて、それはこういうもんだっていうふうに理解したいけど、だって未知のもんだから分かんないみたいな感じかな。はい、そしてもう一枚からオラクルカードを引いたのがこちらでしたね。はい、ラジエルさんという方が出てきましたが、皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。はい、ハーモニーとかね、ソリューションジャスティスということで、やっぱり何かしらのこう共鳴していく、こう人と関わっていく、声がかかっていくとか、そういうのがあると思うので、もしかしたらそれが今ご自身が考えている何か課題を解決してくれるヒントになるかもしれないし、なんか受け取ってくださいって感じがしました。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。今回もありがとうございました。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録で教えてください。ということでありがとうございます。失礼します。